結構でかいの異世界なんだ最初にして最高のめっちゃでかいよ。福田現実3000年前のついに今日77日間いたヨーロッパを出るね。まあ満足だね。すごいいい締めになったね。人と出会ったね。だから悲しいよりやっぱ最後がハンガリーで友達とさ、いっぱいこんな素敵な時間を過ごせね超いい締めだったね。あ、エジプト航空がある。見てほら。尻尾の色はエジプトだから。チェックインしました。お久しぶりの飛行機です。これからブダペストからカイロに行きます。どうでしたか、ヨーロッパは。でもまだ終わりじゃない。スペインとまあね、スペインとポルトガルがあるけど、まあでもなんか一旦その周遊が終わったって感じだね。終わった。そう、長い飛行周遊が機サントリーニでまあちょっと使った飛行機を除けば、それを除けばトルコからじゃない？確かにトルコからずトルーっとコからずーっ陸路、陸路で航路、やっぱピャロイとセレンタあってね、うんちょっとインスパイアされたからそうね。飛行機に乗らずにヨーロッパを回るっていうことができたね。できるだけこれからもうん、陸路っていうのを使っていきたいね。そうね。そのおかげかと言ってはなんだけど、めちゃくちゃ国回れたね。うんうん、ほぼスロバキア以外の東欧中央制覇じゃない？確かに。あとクロアチアとか残ってるし、ベルギーとかも行けなかったけど、でもかなり行ったよ。そうね。まあでも本当一旦集中が無事終わって、ちょっとあとはカイロに無事、そうだね。まずは今まずは今日夜着なので。到着することが大事。そうですね。体調は大丈夫ですか？いつも大丈夫ですあまり良くないですけど。大丈夫だよ。予定より1時間遅れ。もともと予定される遅延ってどういうこと？しかも昨日とかもさ、同じぐらいの時間になってるからさ、深夜着を嫌う人向けに早い時間に出しといて、昨日も明日の予定も同じだって。今回はエジプト航空を予約しました。夜着きたくなかったけど結局夜になりそうだね。من أجل سلامتكم وراحتكم يرجى الانتباه لتعليمات السلامة. يرجىそんなに暑くないの？夜だからね。無事 SIM カードもゲットできました。3倍するだけだっけ3倍するだけ。あとはウーバーにさえ乗れればね、あとはホテルまで連れてってくれるから。50分ぐらいウーバーに乗ります。50分乗って1000円です。懐かしいこの感じ。ずっと真ん中を走ってる。真ん中っていうかその車線と車線の間を走ってる。逆にすごいみたいな技術。ドライバーの人の運転する体勢が低すぎる。空気もヨーロッパと比べるとやっぱり萩の弱い
ダン。ちょっと怖いですが、ここです。ここ入って4つ目の右手。やばすぎ運転。もうこれか、これかな。うわ、着いた。で、積んだ。ここかな。見える？見たらいる？いるよ。結構でかい。せーの。います。ピラミッドがいます。すごい。すごいね。みんなルーフトップはある感じだね。なんか街並みもまたなんか。そうね。ちょっと100年後のオマーンみたいな感じ。100年何も100年前ってことだ。そうね。スフィンクスは見えない？すごいね。こんな近いんだ。美味しそう。美味しいよね、でも味は。でもやっぱ中東料理って味が薄めだよね。うん。塩コショウとスパイスみたいな感じ？なんかスパイスもそんなにかかってない？薄め。うん。お部屋が、ベッドが壊れていたということで、ファミリースイートという4倍のお値段のお部屋になりました。キッチン付き、キッチンと、ここにキッチンがあって、絶対使わないよね、このキッチン。でも、お湯沸かすぐらいはできるか。こっちに別のお部屋があり、しかも、まあ、ちょっと眺め悪いけど、バルコニーです。うわー、懐かしい、この感じ。インドほどじゃないね、ゴミが。まず。そうね。いやー、間違いない。わかんないね。さじ加減が。馬？これは何？まあでも割と安全、こっちに行かない。割と東南アジアの方がマシ説はあるな。結構排気がうん、排気ガスがすごい。ああ、馬が走り出した。確かに声をかけられる量は過去一多いかも。街中で。めっちゃ反対させえ？来いよ来いよ。あ、今？今？ご飯屋さん？本当にすんごい。サングラス気をつけな。ちょっと。しかも馬がいっぱいいる。ほら。あ、でも見て、ピラミッドが見えるよ。そして意外と観光客いなくない？やっぱ中国人観光客が多いのかな。ちょっとなかなかだな。なかなかな。道にいる人全員客引き？マジ全員が何かを勧誘してくる。うん。俺は夜はちょっと歩きたくない。これ歩きたくないね。俺割とインドと同じぐらいのなんか危機意識をすごい馬が交通手段として使われている。ね、だよね。地元の人が乗ってるね。何ここは馬なの？ここさ、やばい。砂もすごい気がする。多分マスクしてる人がいる。砂漠だからね。でも涼しさはやっぱマシだな。暑さは。うん、すごい歩きやすい。かっこいい。見て。観光、ここだ。ロンカカフェ。
あ、これだ。どうやって行くんだ。ああ、ビューは最高。時間も最高じゃない？はい。2。OK? うわ、すごい。これすごいな。異世界。パーティーが始まりました。大音量、あれさ、あそこにいる人やばそうじゃない？しかもポテトついてるさ。が180。これがエジプトの料理だそうです。美味しそう。美味しそう。シャワルマとは違うんだね。シャワルマとは違うね。ねえ。こっちがミックスバーガー。これもエジプトの料理で、パンでお肉をサンドしてるやつ。それはこれ170ですね。ミックスバーガーというエジプトの結構昔から伝わる料理で、ペプシっていうのもこれエジプト料理で、違いますね。このいきまーす。乾杯。おいしい。うん。ハンバーグ。本当はね、中の具材がハンバーグだね。でも味がめっちゃシンプル。やっぱこうやって外食ができるのいいね。うまっ。これもエジプト料理とは思えない。フレンチフライっていう。それはアメリカンフードです。暗くなる前に帰ります。トゥクトゥクが走ってる。旅サの野良犬。野良犬はどこ以来だ？野良犬もインド以来か？トルコか？トルコ以来だ。トルコはめっちゃいい。あれはでもでかかったね。あと猫がいるよね、結構。うん。そして歩くときは靴ですね、これは。すごい、これどうやって乗るんだろう。乗ってみたいな。これ普通にさ、ローカル価格なんじゃない？この馬は。あれかな？ウーバーで呼べるのかな？馬車。これ90円だよ。このサイズが90円だよ。まあそっか。うん。200円。これ超安いよ。だってインドの小さいレイが40円だったもん。やったー。ポテチフィーバーだぜ。あれ？あれ？今朝もピラミッドが見えております。今日も昨日とほぼ同じ朝食が来ました。さあ、間違いを探せ。なんか知るのがいます。そしてなんか一品多いです。昨日より豪華ってことだね。そうだね。でもこれが典型的な多分エジプトの朝食なんだよね。いいね。外食生活の日々が始まりましたね。ね、懐かしいってこんな感じ。ね。でもやっぱ気軽に外食ができるのが嬉しいな。安いファミリーレストランに来ました。また来るまでに何人もの人に勧誘された。5分ぐらいしか歩いてないのにね。すごすぎ。なんかさ、うざいっていうか怖いね。声かけないでほしい。しかもチャイニーズファックって言われたね。これなんか普通逆じゃないの食べる、口に入れるところを守るんじゃなくて持つところが守られる。 Thank you。 美味しそう。Thank you。 これ両方こっちもエジプト料理って書いてあったよね。170だのエジプティアンバシャメルパスタ、グラタンパスタみたいな感じだね。そっちがモロヘイヤ100ポンド。うわ、美味しそうじゃん、めっちゃ。チーズがかかってるからねえうわ、これめっちゃ美味しい。普通にグラタン。Food is good? Yeah, good. Thank you. これあんま俺食ったことがない味。ね、なんか粘り気がある。粘り気がある。169円でした。1069円。安いね。白
レストランでした。まあ1食1000円だ、2人で1000円だったら安いよね。おはようございます。今日はピラミッドです。ついに。まあでもピラミッドは3時間ぐらいで見終わるんだよね。見終わるし、中に入るわけじゃないし、近くで見て写真パシャってみたいな感じだね。ちょっとでも道中勧誘がすごいらしいのでちょっと緊張しております。並走されております。並走されてるけど、これは俺らに歩調を合わされてる。あ、合わされてます。並走してくる。あずきゃん、マニュアルと違います。ノーセンキューハバナイスデが通用しません。マニュアルと違います。わあ、スフィンクス初じゃないね。本当さ、あれで引っ掛けてる。これだけさ、すごい怪しい人がいっぱいいてね、その戦法をいつまで通じると信じていいの？まあ通じるんじゃない。だって結構ビビるぐらいのなんていうの、積極性じゃん。これまでにないっていうことは、初めてのことに対してはさ、引っかかっちゃう人はいるよね、多分。俺思ったよりさ、ピラミッドとこのスフィンクスちゃんと砂漠にあるんだけど、もっと窓なりにケンタッキーあってみたいなさ聞いてたからさ、ここら辺にあるのかと思ったらちゃんと砂漠やん。ここもうあれじゃない、最初にして最高のベストビューポジ。スフィンクスとクフ王のピラミッドです。このスフィンクスの首はいつ落ちるかわからないって言ってんだって。もう細くなってきてて、すごいね。で何をまだ平気そう。紀元前3000年頃です。ローマは言うても紀元前数百年程度だよ。こちらは3000年なので、すごいね。すごいからね。青い服の人です。もうあとあれよ、ピラミッド。あ、こっちか。そうだよ。こっちがクフ王。こちらがカフラー王で、あっちがメンカフラー王です。皆さん、ノーセンキューハバナイスでは魔法の言葉です。しかもまあ言うてかな、思ってたより感覚が空く。もっとまあでも今さ、開園と同時ぐらいじゃん。わあ、すげえすげえすげえねえ、鳥肌。Inside? Inside the pyramid in the front? Hello? 聞こえとるって聞こえとるって。入り口はここからなのかなね、そこっぽいね。あれのピピピちってさ、ニューアイテムっぽいよね。どれ？あの人が見たらピピピって。あれ口じゃない？なんか道具？口かな。後ろがスモッグです。めっちゃ空気が、常に砂を感じる空気。クフ王のピラミッドです。中はただの通路みたいになってんだよね。というので入るのやめました。すごい。いや、そんな暑くないよね。朝だから。そうですね。風が、雲が一つもないけど、なぜかくすんでいる空。上のこのカフラー王のピラミッドの上は化粧石で覆われてるんだって。ツルツルしてる。そうだけど、それが本当はこれ一面覆われてたの、ツルツルした石で。
だけどカイロの街をこう作る時にここを引っぺがして持ってっちゃったらしいから今上しか残ってないんだって。もったいないよね。ここの道路に入るにはさ、この人たちもさ、これが必要で。ちょっと We'll let you go to Bolorama view like Thank this. you, have a nice No, thank day. you. 200 Egyptian, 200. エジプト600円。そんな高くないね。ここに入るのにはにもこの人たちもだってさ、なんか必要でしょ。商売するのにってこと？そうそれはなんか別の形態なんじゃない？そうなのかな。あとエジプトの人は入場料6分の1ぐらい。どっかのピラミッドは発掘作業が行われる時に入り口が見つからなくて、そうエクスプロージョンしたらしい。プロージョンって英語使わない爆発したらしい。の。絶対わかんない。かぶれちゃってる？かぶれちゃってる。まあもう半年もアメリカンネイティブで生きてるとスピーキングもノーマリーに英語がミックスしちゃうよね。いいことだよね。でもあんだけグイグイさ、まあその騙すのは良くないけどさ、商売っ気があるのはしつこすぎてもさ、なんか人が不快になる。ああそうねそうね。その活力をちょっと別の方向に生かせたらいいよね。あっちのメンカウラーの孫の代の王だけどくぼみがあるね。ね。入り口なのかなね。歩いてる人はまばらだねここまで。うん。みんなやっぱピラミッド内部に入るから開園時間と同時に行ってっていうのが一番いいね。本当はさ砂ぼこりなければさ、カイロの街めっちゃ見渡せそうじゃない？ね。すごい濁ってる。ね、濁ってる。5000年前にこれを古代エジプトの人は建ててたと思うと、ね。だってアテネのさ、ギリシャのさ、うん神殿の3000年前やば。人って生きてたんだぐらいの。本当だよね。少ない？めっちゃでかいよね。これはさ神として崇めたくなっちゃうね。これを建てました私がって言ったら、あ神様ですかってなるよね。未だに用途は分かってないんでしょ、このピラミッドのお墓とも言われてるけど、でもなんかお墓が一番納得いく感じするけどね。まあそれかとりあえずでかいもん建てたらいいんじゃねっていうので一番建てやすかった形がこちらの可能性。とりあえずだから権威の象徴として銅像を作りたいみたいなの代わりがこれ。横からこうやって崩れてこないのかな。どうなんだろう。だから最初は階段状のピラミッドだったらしいよ。それがこういう四角錐になったのは難しいんだろうね。だからやっぱ、ちゃんとこれをきれいに積み上げていくっていうのが必要だし、石のサイズも均一じゃなきゃいけないし、これきつかったね結構作るの。あ、宿ってた。古代エジプト人が宿ってた。ラクダの行列、ラクダの行列。後ろついてく？この後ろに紛れていったらかわせるんじゃない？いろんなキャッチを。オマーンで見たラクダいるじゃん。今ちょうどその動画編集してんだけどさ、やっぱあれなんだ食用というかさ、とか乳用、こっちは乗る用じゃん。完璧。サイズ感とか違う気がする。砂漠やん。でも30度ないぐらいだ今。涼しい。ブラリアンズ旅 in エジプト。うんち絶対うんちゃう、そんな歩き方して。古代エジプト文明、約3000年前に築かれたまだナレーション中だ紀元前3000年前に建てられた大長いってダメだよ、ちゃんとああ、オッケーオッケー。尺があるんだけど、秒数がそう
紀元前3000年前のもう10文字ぐらいしか紀元前3000年しか言えない。買った？違うまだまだ。あの時ほら見て、ここに高低差があるでしょ。ここの高低差でこの高低差で大きくビューが変わります。見ててください。まだまだ見ちゃダメだよ。そのちょいちょい見ちゃうと差が分かんなくなっちゃうから。そう。さあ、とくとご覧あれ。これがパノラマビューです。おー。やっぱちょっと違うんじゃない？若干ね。まだね、若干ね。ちょっと帰りピラミッド1時間ぐらい眺めててもいい？その古代エジプトの、ね、人たちに思いを馳せたい。最終的にエジプトはアレクサンドロス大王によって支配下に置かれて、そこからは東ローマ帝国の支配下っていう感じで、ローマ帝国のグッてくるのと同時に衰退していっちゃうんだって。そこからもうほんといろんな洞窟とかもいっぱいあったり、大英博物館にいっぱいエジプトからのなんか石像みたいなのが飾られてたから、そういう歴史です。このシルエット綺麗じゃない？このさ、ギザギザがめっちゃ等間隔にギザギザしてるね。あれが一個の石ってことだよね。あっちが正面か。あっち正面じゃない？スフィンクスいるし。でもあんまり人いないよ。あんまり人いない。まあ8時だからやっぱでも10月ぐらいからがオンシーズンで、10月3月がオンシーズンだから、9月はちょうどオフシーズン。見て、あっちにもピラミッドのさ、作られた形跡がある、ね。ほら。でもあっちはめっちゃ崩れちゃってるね。なんでこんなでかいのが残ってあんな小さいのが崩れちゃったんだろう。ナイル川の氾濫によってその農作とかができなくなって、そういう失業しちゃった人たちをのその仕事を作るためにこの事業を開始したっていう説もあるらしいよ。雇用を生み出したっていう。このエリアに入るだけだと541人。このピラミッドそれぞれの内部に入るとすると多分もっとかかってくるんだよね。900エジプトグ一番大きいやつ、そんぐらいするね。だけど中は空洞も一番あるんだよね。空洞っていうか、だけど壁画とかがあるわけでもなければ、通路がこうやって細い厚い通路を行って出口だみたいな感じらしい。下に落ちてる石とかもさ、表面すっごいさ、綺麗だね。余ったんだろうね。すごっ。かっこいい。かっこいい。めっちゃかっこいい。やばいな。すっげえ。あそこのさ、剥がされちゃった化粧石のさ、下とかさ、ほんと挟まってるだけみたいな。あれ見た後に、これ見た後にクフボを見るとクソでかくない？ラクダ？人いる？え？野生のラクダ？人いないよねこれ。なんで？スフィンクスは何のために作られたんだろう。これはあれだって、ファラオの頭とライオンの体だって。ああ、そうだそうだ。カフラー王だってっていうので、2500年、紀元前2500年前くらいだけど、一説によると1万年以上前に作られたって言ってる人もいるらしい。このサイズ感だもんね。俺が見たピザハットはあれだ。ああ、ピザハットある。スフィンクスが後ろにいてピザハットがありますと。こういうことだったんだ。こういうことでした。左行ってく？お腹すいた。